ボンジュール。このチャンネルをご視聴くださいましてどうもありがとうございます。今回の動画、前半ではサンジェルマン・デ・プレ地区で発見した小さな宝石のようなブティックを、そして後半ではパリ9区に新しくできたとってもスタイリッシュなパティスリーをご紹介します。どうぞ最後までごゆっくりとお楽しみください。サンジェルマン・デ・プレ教会のすぐそばにあるジャコブ通りを歩いています。以前こちらのお店、このチャンネルでもご紹介しました。ご覧いただけましたでしょうか。お向かいにはジアンの路面店もあります。今回ご紹介する店はそのすぐそばにあります。こちらのお店です。プティニ・ア・パリ。よく注意していないとあっという間に通り過ぎてしまうほどの小さな小さな間口のお店です。このウィンドウディスプレイがとても素敵だと思いませんか？ガラスの内側に物語があるような、そんな演出です。足を踏み入れるのがためらわれるくらいとても小さなお店ですが、中に入ってみましょう。足を踏み入れるのを躊躇するというのは、お店が狭いからだけではなくて、その空間がこの上なく愛情を込めて隅々まで整えられているから、その世界を壊したくないという気持ちが瞬時に働くのかもしれません。訪れた時はちょうど秋のデコレーションでした。まるで秋の森の中に足を踏み入れたような気持ちがします。最近私が気になっているコンポチエンも、隣に並んだお皿とナプキンと同様に茶色で統一されていて、秋のニュアンスたっぷりです。このろうそく立てとろうそくの色の配色、なかなか上級者のセンスという感じではないでしょうか。Alors donc ça, ce sont des barbotines. Voilà, des cache-pots en fait en barbotine. Ah, ça c'est cache-pot. Voilà, ce sont des cache-pots. このコーナーも本当に素敵。このブルーの色が印象的。お皿もナプキンもろうそくもその色で揃っています。パリには素敵なお店がたくさんありますけれども、中でもこちらは本当に特別なお店だと私は思います。見てください、このセッティング。なんだかワクワクしませんか？時代が異なるアイテムを組み合わせているようですが、色の使い方なんでしょうか。一つの独特の世界観を作り上げていると思います。さて、この抜群のセンスの持ち主はこちらのマダムです。お名前は？ Je m'appelle Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour. Bonjour.
このブティックはいつオープンしたんですか？ En fait, j'ai ouvert en 2024, le 20 mars, le jour du printemps, Donc cette année. cette année. あなたはアンティークの専門家なのですか？ En fait, j'ai toujours aimé chiner. Je chine depuis que je suis adolescente. Et voilà, et j'ai toujours aimé ça. J'ai accumulé plein de choses et j'avais vraiment dans le coin de ma tête envie un jour d'avoir un lieu où je pourrais voilà, exposer tout ce que j'aime et créer en fait un univers qui est vraiment à mon image. Voilà. それがあなたの夢だったんですね。 C'était mon rêve. 夢が叶ったんですね。 Yes. なるほど。だから彼女が集めてきたこれらのものにはなんとなく愛情がこもっているように感じられるんですね。ここにジョルジュ・サンドの言葉がありました。蝶たちは祝祭の日に空へ舞い上がった花々に過ぎない。やはりこの場所は訪れる人々にも夢を見させてくれる特別な場所だと思います。これらのお皿はおとぎ話のワンシーンを描き出したシリーズ19世紀のものだそうです。このちっちゃなオブジェも可愛いですよね。ならここにはパリのレストランラトゥール・ダルジャンの灰皿があります。Alors ça c'est un cendrier ancien de la Tour d'Argent. このコーナーの色合わせもとても素敵ですね。このカップ&ソーサーはイギリス製だそうです。ビクトリア朝のものとおっしゃっていました。そして奥のプレートは1945年のもので、おそらくアクセサリーなどを置いておくためのものだったのではとのことです。私がこうしてお話を伺っている間にも、窓の外で足を止めて中を覗き込んでいるマダムたちが何人もいらっしゃいました。どうぞどうぞ中にお入りになってと私たちは言うのですが、大きな買い物袋を持っていたりするとマダムたちは遠慮されます。私はその気持ちよくわかります。この美しい空間で粗相をしたくないって思ってしまいますものね。それで彼女たちは次の機会に必ず来るわと言って笑顔を残して帰られるんです。シルビーさんのこのお店はおよそ11平米ほど、もしかしたらもっと小さいかもしれないと彼女は言いました。けれどもこの狭いことを苦にはしていないんです。小さければ小さいほどきれいにデコレーションしたいという意欲が湧くの。そんな風にも彼女は言っていました。彼女のファッションも素敵でしょう。私は彼女のブラウスがいいなと思ってお尋ねしたら、これもまたアンティークで5ユーロで買ったのよとおっしゃいます。さすがですね。かつてシルビーさんはペリゴール地方でファッションのブティックも経営されていたというので、なるほどと思いました。このお店もきっとシーズンごとにアイテムがガラリと変わるでしょうから、ずっとその素敵なセンスを追いかけていくことにしましょう。ところ変わって
こちらはパリ9区。この日は秋晴れのとても気持ちの良い午後でした。この界隈は以前もお肉料理の専門店ですとか、いくつか美味しいレストランをご紹介したことがあります。その近くに新しく魅力的なお店が誕生したと聞いたのでお邪魔したいと思います。お店の名前はケルクパー・ラ・マチエール。ケルクパーという名前ではすでにガストロノミーのレストランがあります。それと同じブランドの美食店の一つとしてこの新しいパティスリーがお目見えしたということなんです。今日は友人のカコさんと一緒にこのお店のアフタヌーンティーを楽しみたいと思います。パリには本当にたくさんのパティスリーがありますが、まず内装がそのお店の個性を感じさせます。こちらはモダンでスタイリッシュな雰囲気。一つ一つのアイテムのプレゼンテーションがまるで宝石店のような感じがしませんか？サロンドテは上の階にあります。この木の階段が何やら歴史を感じさせるような雰囲気で、点描画のモチーフも個性的です。知る人ぞ知るサロンドテという感じですね。サロンドテというとマダムたちの人気の場所というイメージがありますが、こちらのお店の雰囲気は少しマスキュランな印象もあるように思います。後で聞いて分かったんですが、このお店ができる前、こちらはヘアサロンだったんですって。しかもこの上のフロアはサロンの VIP たちがサービスを受ける場所だったそうで、先ほどの階段の点描画のようなモチーフはそのサロンの時代からの名残のようです。大きな窓からいかにもパリらしい風景が見えます。オーナーシェフのピエール・アンリ・ルコントさんが私たちを迎えてくれました。彼はルアンのご出身。ルアンといえばこのチャンネルでも少し前にご紹介した魅力的な街です。お料理の勉強もした上でパティシエとなって21歳の時にはすでにシェフパティシエとして活躍したといいますから、なかなかの力量のある方ですね。地元ルアンにもお店を開いたり、あるいは星付きのレストランでも仕事をしたりした後、お料理番組のトップシェフにも参加しました。現代のスターシェフパティシエの一人と言えるのではないでしょうか。こちらではブランチもやっているようですが、私たちはアフタヌーンティー、飲み物を選びます。アンフュージョン・オ・グリュエ・ド・カカオというのがとても気になりました。焙煎したカカオ豆を砕いたものを煎じて飲むということらしいんですが、これに挑戦してみましょう。アフタヌーンティーセットが登場しました。Oui, c'est prévu. Ici, on commence avec la petite babka sur une base de praliné noix de pécan. Là, on a la tropézienne reine des prés, un petit goût d'amande pour le coup. Madeleine avec 2 confits, abricot et menthe et framboise à gastache. Ensuite, sable diamant au matcha d'ortie. Le spritz qu'on connaît un petit peu dans le commerce, mais qui est un sablé viennois, vieux biscuit français. On a la figue avec une mousse à la feuille de figuier et à l'intérieur on a une compotée figue, framboise, graines de carvi. La petite rose noire, on est sur sésame noir avec un crémeux bergamote et menthe.
La petite sphère sur le côté, infusion de fenouil. À cœur, on a un crémeux chocolat au lait et anis. Flan parisien. Là, on est sur café coriandre et noisette, un de nos desserts. Ensuite, on a un sorbet cacao, un peu la texture d'une glace, mais on n'a pas de lait, on n'a pas de crème, on n'a pas d'œuf, on n'a rien de tout ça. On est vraiment sur un sorbet avec un petit streusel cacao histoire d'apporter un peu de gourmandise. Et là, on est sur un sarrasin au lait, dans l'esprit du riz au lait. Donc, on a une texture un peu différente, un goût un peu plus marqué, un peu plus céréal. Voilà. Bonne dégustation. Compris, avec plaisir. まあなんて魅力的なプレゼンテーションなんでしょう。これで2人分だそうです。これだけバリエーションがあるとどれからいこうか迷いますが、私たちはまずアーティスティックなものからいただきたいと思います。これはイチジクとフランボワーズのケーキ。このクリームの部分にはイチジクの葉っぱの風味が忍ばせてあって、中にはフランボワーズのコンポートが入っています。この黒いバラは黒ごまが材料なんです。そこにベルガモットとミントのクリーム。黒ごまを使ったスイーツというのは私たち日本人にとってはむしろ馴染みのあるものなんですが、柑橘類とのコンビネーションっていうのはとっても新鮮でした。これもまたとってもアーティスティック、ウイキョウのデザートなんですよね。この上のチップス状になっているのもウイキョウ、中のムースの方にもウイキョウの香りが感じられて、そこにチョコレート、しかも隠し味にアニスが効かせてあるのがさっぱりとした後味を生みます。そしてこれ楽しみだったチョコレートのシャーベット。テクスチャーは全くシャーベットのような感じがしないアイスクリームかと思ってしまいました。牛乳も生クリームも卵も全然使っていないなんてびっくり。いやー、どんなテクニックを持っていらっしゃるんでしょうね。フランスの伝統的なスイーツにリオレというのがありますが、そのお米をそばの実に変えてアレンジしたものなんですね。この下の部分はとっても滑らか、そしてこのもう見た目からわかるようなカリカリっとした食感、そのバリエーションがとてもいい感じですね。このハンフュージョン、なかなかいい発見でした。味はとってもすっきりしていて、スイーツを食べるときに口の中を中和してくれるような感じ。それでいて香ばしくって優しい風味のある飲み物でした。こちらのデザート、クレームディプロマットというクリームとコリアンダーを使っていると聞いたんですけれども、一体どんなお味なんでしょう。コリアンダーのいわゆる独特のハーブの香りではなくて、実はコリアンダーの種を使っているのだそうです。これはもう嫌いな人はまずいないだろうというくらい完璧なバランスのスイーツでした。そしてこちらはフラン。フランはどこのパン屋さんでも売っているような割と庶民的なお菓子なんですけれども、最近パリではパティシエさんたちによるとってもハイレベルのフランがどんどん出てきています。Mais parce qu'il y a plein de... Tout le monde sur Paris, il y a plein de versions des flans, entre flan fin, flan épais, flan crémeux, pas crémeux, pâte feuilletée, pâte sablée, gélatine, pas gélatine. Voilà, nous, on a cette version-là, c'est la nôtre et on n'en changera pas et on trouve qu'il est bien comme ça. 確かに
他のどこのとも違うとってもハイレベルの美味しさを感じるフランでした。こちらは見た目はちょっと可愛らしくってドーナツみたいな感じなのかなと思いきや、全くそれとは違っていました。この下の部分は割とあっさりとしたテクスチャー、そしてこの上のジャムのような部分はなんだかとってもノーブルな香水のような感じがする大人のスイーツでした。トロペジエヌというスイーツもやはりフランスではポピュラーなものの一つですけれども、こちらのはまた本当に洗練されていました。このクリームがとってもシルキーでした。このバブが最近パリでよく見かけるようになってきました。とはいえこちらのは一工夫も二工夫もしてあって、時々このナッツの食感がアクセントになっていました。ピエール・アンリーさんに少しお話を伺いましょう。こちらはいつオープンしたんですか？ On a inauguré le 14 septembre, là, de cette année, donc c'est tout frais, avec qui on s'est associé, donc on a déjà un restaurant il y a maintenant 3 ans quasiment, à quelques mois près, et du coup on a décidé d'ouvrir une pâtisserie avec un univers aussi marqué et avec un parti pris, celui de vouloir bousculer un tout petit peu les codes et d'avoir entre guillemets un sens de circulation un peu comme une bijouterie ou comme un magasin de basket, on va dire, parce que c'était l'inspiration de base. 宝石店あるいはスニーカーのブティックのようなお店っていうコンセプト面白いですね。 C'est ça, avec des associations des fois un peu particulières et un petit peu osées, mais c'était aussi notre volonté. Moi je suis cuisinier d'origine, donc j'ai continué, ça fait 20 ans que je fais de la pâtisserie, mais on a des bases de cuisine. Avec Florian, on aime bien se challenger un tout petit peu, aller chercher des produits comme ça, à se dire aller plus loin, entre guillemets, que juste de la pâtisserie, entre guillemets, qu'on peut avoir au pied de chez soi. あなたのクリエーションの強みは何でしょう？ Mon point fort, je sais pas si c'est un point fort, c'est emmener un peu plus loin nos desserts, d'apporter toujours ce petit twist, comme moi j'aime à le dire, c'est d'avoir une pâtisserie les pieds sur terre et la tête dans les nuages. C'est-à-dire que celui que vous avez pu goûter, c'est café coriandre noisette. Il y a une crème diplomate, on la connaît tous sur la pâtisserie française, mais le but c'est de se dire je peux l'amener ailleurs et je peux lui amener un petit twist différent, et du coup je vais amener une infusion de graines de coriandre. J'aime bien aussi infuser tous mes produits un petit peu à gauche et à droite et mes herbes. Vous l'avez pu le voir dans certaines de mes créations, mais le but c'est ça, chercher à retrouver le goût du produit, moins de sucre et des textures qui sont pas des textures trop collées, pas trop gélifiées, d'avoir quelque chose de très léger. Voilà. Merci beaucoup. Merci. 食の世界には才能のある人たちがどんどん現れてきていて、パリ、フランスのガストロノミーの世界、そしてスイーツの世界というのはこれからますます発展していくだろうなというふうに思います。下のフロア、ブティックの方ではもちろんテイクアウトのスイーツもたくさんチョイスがあって、それもまた目移りするほどです。さて、最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか？お楽しみいただけましたでしょうか？この動画が気に入ってくださったらどうぞ高評価、そしてチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録もお願いいたします。お寄せいただくコメントもいつもとても励みになっております。ありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。